にちは。今回は以前にもリクエストいただいた目の塗りをやっていくのだ。基本のシンプルな塗り方を紹介するので、初心者さんにも実践しやすいと思うのだ。なるべく少ない手順で描けるので、ぜひ参考にしてほしいのだ。まず目のベースを用意するのだ。目のベースが描けないそこの君は、以前目のベースの描き方の動画をアップしたので、ぜひ見てほしいのだ。目のベースはこんな感じになっているのだ。肌、白目、瞳のベタ塗り、瞳の輪郭線、上まぶたの計5つのレイヤーに分かれているのだ。最低限線画レイヤーと塗りレイヤーを分けておいてほしいのだ。それでは瞳を塗っていくのだ。瞳のベースレイヤーの上に新規レイヤーを追加してクリッピングするのだ。レイヤーモードは定山に設定してほしいのだ。次に瞳のベースカラーより少し濃い色で瞳の上半分に影をつけるのだ。この時ブラシはエアブラシを使うとふんわりと自然な仕上がりになるのだ。さっき塗った色をスポイとして少しずつ色を重ねてなじませていくのだ。次にもっと濃い色を選んで瞳の中心に瞳孔を描くのだ。そしてこの色で瞳の上部分を再度ふんわりと塗ると、より奥行きが出て立体感がアップするのだ。ここからグッと目をキラキラさせるハイライトを入れていくのだ。新規レイヤーを追加し、レイヤーモードをオーバーレイにしてほしいのだ。肌の色をスポイとして瞳の下部分にふんわりと光を入れるのだ。次にお好みの色、水色やオレンジがおすすめなのだ。それで瞳の上半分に光を入れるのだ。いよいよ仕上げなのだ。新規レイヤーを追加し、ハードペンや G ペンを使って白い丸を描くのだ。さらにその白い丸の周りを彩度の高い色で囲むことで、より瞳に命が吹き込まれたようなキラキラした感じになるのだ。今回はやってないけど、お好みで瞳の輪郭線をぼかしたり色トレスするともっと垢抜けるのだ。慣れてきたら試してみてほしいのだ。これだけで雰囲気が変わってよりオリジナリティが出るのだ。影のところでやり忘れてたけど、定山レイヤーで寒色系のグレーで目の上半分を塗って奥行きを出すのだ。これは瞳にまつげやまぶたの影が落ちているから入れるのだ。そんじゃ次は上まぶたを塗っていくのだ。上まぶたの線画の上に新規レイヤーを追加してオーバーレイモードにし、クリッピングするのだ。肌の色をスポイとし、まぶたの両端にふわっと色をのせるのだ。次に瞳のベースカラーに近い色を選んでまぶたの中央にふんわりのせるのだ。コントラストが弱かったので上まぶたの真ん中に定山で色をのせたのだ。こんな風にいつも試行錯誤しながら描いているので、毎回少しずつ仕上がりが違うのだ。いろいろ試してみるのも楽しいのだ。何事も挑戦なのだ。これで完成でも十分だけど、最後にまぶたにも少しだけハイライトを入れるとより魅力が増すのだ。ハイライトはさっきもやったけど、彩度の高い色で縁取るといい感じになっておすすめなのだ。これでシンプルだけど魅力的な目の塗り方完成なのだ。今回紹介したのはあくまでシンプルな描き方なのだ。だから自分なりにいろいろ描き込んでオリジナリティを出してみてほしいのだ。拙い解説だったけど、ここまで見てくれて本当にありがとうなのだ。これからも動画制作頑張っていくので、チャンネル登録と高評価で応援してくれると嬉しいのだ。